皆さんこんばんは。こんばんは。第7回プロデューサーレターライブをご覧いただきありがとうございます。さて今回は7回目ということで、7といえば7、7といえばこの方ということで、現在はライトニングリターンズファイナルファンタジー13のプロデューサーでおなじみの北瀬さんに来ていただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ライトニングリターンズファイナルファンタジー13プロデューサー北瀬です。むちゃくちゃ緊張しております。よろしくお願いします。第7回なので、セブン絡みということで、セブンなんですが、セブンといえば、ちょうど先日5月16日に、Windows のダウンロード版が発売されましたね。どんなお気持ちですか？そうですね、もう皆さんダウンロードされてる方いるかもしれないですけども、PS のアーカイブスとか、そういうのでは今でもプレイできるんですけども、やっぱりその PC で動くっていう部分ではよりなんですかね、多くの皆さんに楽しめる環境ということで、PC で用意させていただいて、なんですかね、今までよりも皆さん遊びやすい環境になるんじゃないかなと思ってますから、ぜひぜひご利用ください。で実はその宣伝に来ていただいたわけではなくてですね、実は北瀬さんも先日のベータから FF14 を触っていただいてるんですよね。そうですね、ちょっと触らせていただきました。そんなにねがっつりやり込むというところまではちょっといけなかったんですけども、触らせていただきました。ちなみにですけど、北瀬さんどの種族でプレイされてますか？ですね、本当はですね、見た目だけで言うと、ミコッテのプレイ環境がですね、そのメインマシン PC がうちリビングにありましてですね、もちろん当然嫁さんとか息子の手前ミコッテ上手でプレイすることができなかったので、ここはオーソドックスにというか保守的にヒューラムだ。じゃあミコッテは心に秘めながらヒューラムでプレイさせていただきました。なるほど。普段北瀬さんってお話しする機会が私あんまりないんですけれど、普段どういうゲームされるんですか？そもそも。そうのに関してはパッドでやってます。ありがとうございます。でちょっと話を変えまして、冒頭にもお伝えしました通り、北瀬さんといえば、目下ライトニングリターンズで大忙しだと思うんですけれども、最近どんな感じですか？ですね、開発は珍しくですね、僕が自慢することじゃなくて開発チームが自慢することなんですけども、珍しく順調でですね、珍しくって言っちゃ失礼ですかね、非常に頑張っておりまして順調でしてね、よくメディアの方がよく開発度って何%ですかって言ってるんですけど、普段ならちょっと持って言うんですけど、今回は堂々と70% ぐらいいってるかな。じゃあ正真正銘。そうですね、70%盛らずに 70%。この後何かイベントごととかもあったりするんですか？そうですね、皆さんゲーム業界が一大イベントである E3 っていうイベントがあると思うんですけども、日本の皆さんはね、現地には行けない人は多分ネット等で見ると思うんですけど、そこに何らかの形で出展したいと思ってまして、ちょうど今ちょっと持ってきたんですけど、これ見れますかね？じゃあカメラに向けて見れますかね？映ってます。これロサンゼルス、空青いんですけど、ロスでもうすでに E3 会場の近くでいわゆるなんですかね、屋外広告ですね、ポスター的なもの、街頭にE3 があると一緒にライトニングリターンズ、これロサンゼルス行くともう貼ってあるんですか？もう貼ってある。これ嘘画面じゃないですよ、フォトショーで加工したわけじゃないんでなるほど。ロス行くともうすでに出てるということで、現地では多分もう盛り上がりつつあるのかな
なるほど。ちょうどあれです、先日新生 FF14 も E3 出ますという発表をしたところなので、きっと E3 でもいろいろあるだろうなと。一緒に盛り上げたいですね。そんな感じですね。じゃあ最近はもうじゃあ E3 に向けての準備で大忙しなこともあるんですか？そうですね。E3 自体の準備はもうほぼ終わって、開発チームに関しては、もうどっちかというとこう安心して、なるほど、もう、待ってるって感じですね。僕自身は E3 に実際行くので、これから、お仕事しに行く感じになりますけど、開発チームはもうもう準備万端状態で、あとはどうこう世界の方々にアピールできるかっていうのを待ってるって感じですね。E3 期間中ってやっぱ忙しいんですか？メディアの方とかのやっぱりインタビュー対応とか、それは多分14も同じだと吉田さんも同じだと思うんですけども、いかにその海外の、メディアの方にメディアの方がまた海外のユーザーさんにこのゲームの良さを伝えてくれる人たちなので、どうこう正しく面白くこう作品を伝えるかっていうのは非常に大変ですね。じゃあそれも楽しみにしたいと思いますね。頑張っていきます。はい、よろしくお願いします。はい。おっとなんか足音ちょっとお疲れ様です。ねえなんで始まってんのこれ。お疲れ様です。あれ久さん。あれお疲れ様です。プロデューサーレターライブ。プロデューサーレターライブ。どうすか。俺は第7回。どうすか。ですよね。すいません。ちょっとすいません。お邪魔します。そんなわけで、吉田さんお疲れ様です。改めましてこんばんは。です。なかなかどうでしょう。吉田さんもうちょっと中央もうちょっと見切れてるって。はい。こんな感じですね。はいはい。こうしてこう。俺ね緊張するんですよね。FF ナンバリングのプロデューサー2人です。いや北瀬さんと並んでるのが緊張する。セブンってほら僕やっぱりあまりにも強烈なので、世界中の皆さんそうだと思うんですけど、なのでやっぱり緊張する。セブンの時って何やられるんですか？俺いくつでしたっけね。もう10業界入ったか入ぐらいですね。こんなもん当時はだからこんなもん作られたら本当どうすんだよみんなみたいな。それ多分きっと言われましたよね。同業で。いろいろとよく霊式のディレクターやってる田畑とかも言われましたね。彼はその時には別の会社外にいたから。そうですよね。そうあの時はショックでしたねやっぱり。はい。うちらは無我夢中でやってましたからねあの時は。そう今14もそんな状態です。ライトニングもきっとそんな状態ですよね。じゃあ逆にプロデューサーの視点から見て、北瀬さんから見て新生 FF14 ってどんな感じですか？やっぱり僕も昔そのうちでオンラインゲームみたいなのをかじったっていうかその制作にちょっとかかったことあるんですけど、やっぱね今は申請に集中してると思うんですけど、一時期当然運営しながらも申請やってるって時間あったじゃないですか。あれはね死ぬ。あれはねだからよくやってるなというのがしかも僕の場合はFPS 系のゲームだったんで、そんなにそういう意味では運営としてすごくがっつりやってたわけじゃなかったんですけど、やっぱ MMO じゃないですか。MMO がリアルタイムでサービス続けてながらもさらにその次に新しいものを作ってるっていうのはね信じられないです。しんどかったです本当に。ご苦労様です。いや本当にですね。ありがとうございます。もうそう言ってもらえるとね。頑張った甲斐があったな。まだ絶賛ね頑張ってる最中なんでこのまま行きたいですね。僕もベータやらせていただいて非常になんつうのかな丁寧でやっぱクオリティが高いっていうのはやっぱ実感してすごく羨ましくもありつつ、やっぱりこの期間であそこまで持ったっていうのはどんだけすごい開発のパワーがあったんだっていうのはちょっとね。そうですね。でもライトニングね、シリーズ13も13-2もライトニングリターンズもすごい矢継ぎ早ですよね。そうですね。そうなんですけど、あれは1作目からやっぱ2、3って積み上げてきた部分もあるので、ある程度スピード感もやる分もできた部分があるんですけど、やっぱさっきも言いましたけど運営しながらやってっていうのはね運営ってやっぱりね結構1本2本作ってると同じぐらいのあれがありながらももう1本作ってるっていう、すごいと思いますね。ウルトラしいですね。もう二度とやりたくないです。二度とやりたくない。
ただ本サービス始まっても結局運営っていうかねもうそれこそバージョンアップは続いていくわけだから、ただ一本に集中できる幸せはねでかいです。北橋さんは FF、今回の第7回のテーマ、FF7 のディレクターでしたよね。そうですね。で FF14 の中には形は違いますけれども FF7 からマテリアとか、あとリミットブレイクとか、それからケットシーのミニオンがとかいうのが登場したりするんですけど、ミニオンって最初聞いた時僕分かんなくてちょっとグっちゃいましたけどそんな形で他の作品に自分が昔やってたのが出てくるってどんな気持ちなんですか？システム関係はよく、マテリアシステムは確かにすごくユーザーさんにファンの方に人気があって、またやんないんですかっていうと言われるんですけど、なかなか、例えば今13作っても、世界観が違うとなかなかそこに入れられなかったりとかして、ファンの要望があるのは分かっていながらも、そういうところをやってこれなかったんですけど、そういう意味でオンラインゲームで MMO で、そこがなんでしょうね、復刻というか復活というか、進化した形でやるっていうのは嬉しいっていうか、非常に作ってる側もいいですし、当然ファンの方も喜ぶっていう意味では両方とっていいことなのかなと。僕が多分そもそも単なる FF ファンでスタートしてるからだと思うんですよね。そのファンの皆さんがやりたい、もう一回遊べないのっていうのを、ストレートにやらせていただいてもいいですかって、そうお断りをさせていただいて、最初だから来た時にいいのってちょっと思ったのね。いわゆるやっぱ行くんですね。最初のもうすでに過去にやったネタっていう部分でいいのと思ったんだけど、その吉田さんのそういう意味ではなんでしょうね、お客さんというかファンの方の気持ちも含めてそういう意図というか気持ちっていうのがあったっていうのは伝わったんで、いいんじゃないかなっていう。ありがとうございます。ではすいません、ずいぶん長々と喋っちゃいましたけど、最後にお二人とももうすぐ E3 に行かれるということなので、最後に何か意気込みというか抱負的なものを一言ずついただいていきたいと思うんですが、じゃあ最初に吉田さんからお願いします。とにかくですね、飛行機が最大の強敵なので僕にとってはとにかく飛ぶまでと陸に着くまでが僕の E3 ね。なので失神しないように行っていきたいと思います。ありがとうございます。じゃあ北さんお願いします。そうですね。僕はじゃあ真面目に答えたらいいのかな。すいません。やっぱこうやってナンバーズの FF が2つ揃っていくっていうのはなかなか長かったりすると思うので、でしかも日本初のタイトルをどう E3 に行って海外に行ってアピールしていくかっていう部分では非常になんだろう、一緒にある意味協力してというか、一緒に意思を持って頑張っていきたいなと思ってるんで、なんか盛り上げたいですね。そうですね。せっかく今回ね FF の並び立ちで行くので、ぜひ向こうでもね何かやらかしてみたいなみたいなね、思います。日本の皆さんも日本にいながらにしてなんかネットとなるのかもしれないけど、できたら応援してくれたらと思いますね。ありがとうございます。それでは以上をもちまして北橋さんゲストのコーナー終了したいと思います。ありがとうございました。いえいえ、とんでもないです。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん14の情報待ってると思うので、達しております。ありがとうございます。いやもう本当ね、緊張しました。緊張するでしょ。するんですよ。ファン心理に戻るというか。戻りますね。ちょっと椅子ね、じゃあちょっとわちゃわちゃしましょう。よいしょ。よしと。でやっぱり止まるっぽいんですよ、映像。途中でプツプツでなんか放送してんのって言ったら止まってるみたいなので、怖いな。やっぱりちょっとシステムが変わった影響なのか、ブツブツ止まるみたいなんですけど、もうこっちは何もね、前回と変えてはいないので、ちょっと見苦しい点あるかもしれないんですが、そんな中でもねお送りしていきたいなと思います。それでは改めましてここからいつも通りのレターライブな感じでいきたいんですが、今日はなかなか盛りだくさんでございます。盛りだくさん、ちょっと押したのかな、そのさっき止まったりもしてたんで映像、なのでそうなんですよね。北橋さんが来たことに盛り上がって予定よりも長く喋っちゃいました。というのもあり、テンション高い。ではまず Q&A に行く前にですね、何はともあれ発売日を発表いたします。そうですね。改めて言っていただいていいですか。2013年4月27日にファイナルファンタジー14新生オルゼや、Windows PC 版、それからプレイステーション3版、お待たせしました
全世界同時発売ということになりました。はい、いよいよですね。いよいよです。いよいよなんですけど、まだまだね、やることあるんですぞと、そうですね。はい、という感じですね。今日こんなものをご用意しました。ほう、よいしょ。なんでしょう。お、じゃん。なんか回を追うごとにさ、ちょっとずつ出来上がっていくからね。そうですね。これですね。あ、見えるのかな。見えてると思います。はい、天野先生の、はい、イラストで、これ日本仕様なんですよね。ここ金箔になるんですよね。はい、白押しになるそうです。白押しになって、吉田明彦のアートがあるね感じですよね。ででこれ箱が2センチぐらい薄くなるらしいですね、本番は。でサンプルです。開けると、じゃあ何ですかこれ。監修中って付箋が貼ってあります。監修中なんです。なるほど、監修中だと。これが噂のアートブックですよね。噂のアートブック。でこれ日本仕様だとこういうソフトジャケットがついてる。そうなんですよね。これに取れるのは日本仕様らしいです。はい。各リージョンやっぱり販売価格その市場に合わせた価格にしてるので、使えるコストが違うので、日本はこういった各リージョンやっぱり販売価格その市場に合わせた価格にしてるので、使えるコストが違うので、日本はこういったブックの中身も気になるんじゃなかろうかということで。なるほど。あれ特典ディスクもう1個ねついてますよね。もう1個あります。今回サンプルないんですが、サンプルがないんですけど、第7零祭と、なんぞやという特典ディスクがある。映像がついてます。でアートブックの中身なんですが、今回ファイナルファンタジー14シーセイオールゼアを作ってきたアートチームの、吉田明彦も含めアートチームのさまざまな絵をね、例えばですけど、こういうね、全クラスアートクラスですね、とか紹介されてますね。結構資料集的にもなってますね。フィックスの最後のアート、いわゆるパブ用イラストと設定、その装備設定用の、あとはもう背景とかですね。さらに敵もありますみたいな感じです。およそ80ページぐらい、およそ80ページぐらいあると。といった感じのコレクターズエディションも予約中ですので。そうですね、随分品薄になってきたみたいなんですが、市場にもう少しね、いわゆる小売店さん、お店屋さんの方で予約を開始これから開始されるところもあるので、いろいろね、またコンビニさんの方でも始まると思いますので、6月入ったら、そちらでお探しいただけたらなと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さてそれでは、いよいよ Q&A の方に行くんですが、今日もあれこれ実機を見ながらいきたいと思います。で、今回はなんとですよ、前半は前回同様に Windows PC 版を使って見せていただいた後、休憩挟んで後半にはなんとプレイステーション3版も見せていただけるということで、いよいよ初公開ですかね。PS3 版を生でお見せしようかなと思っております。ということですので、早速じゃあ吉田さんには実機の準備をして切り替えて OK なったら言ってください。これねドンペンですね。ちょっと待ってくださいね。今準備中です。でゲーム画面を見ながら、Q&A の方は進めていきますので、もし皆さんですね、放送を見ててこれも聞いてみようと思うことがあれば、ハッシュタグ XIV ライブ14ライブをつけてですね、ぜひぜひ Twitter で質問の方をお寄せください。準備の方いかがでしょうか。天候がですね、変化するまでに時間がかかってますかね。これ徐々に変わるんですかね。晴れてほしいな。晴れてほしいですね。ちょっと開けましょうか。じゃあ画面の方切り替えていただいて、では画面の方見ながら、早速質問の方いきたいと思います。いいですか。僕いいです。やっていいです。ちょっとこれはさっきねコレクターズエディションの話をしたので、
C 特典ですね。インゲームアイテム特典の一つ、クワールですね。クワールのマウントです。はい。はは、曇ってんな。曇ってますね。はい。あ、これいいですね。はい。はは。さあ行きましょう。質問。はい、行きます。すみません、行きます。では最初の質問です。はい。今回一番多かった質問が、はい、こちら。ベータテストフェーズ3の開始日を教えてください。あ、そりゃそうですよね。まあそうです。うん。はい。どうしましょう。最後に。またかと。引っ張りますね。はい。放送終了時に最後の質問で。なるほど。はい。お伝えしようということですので、はい、実施日をお伝えしたいと思いますがね。はい。ベータフェーズ3の当選メールって送った？あ、まだ送ってないです、ね。送ってないですよね。クライアントのダウンロードも始まってないですよね。始まってないですね。明日って何月でしたっけ？明日5月です。ですよね。まだ5月ですもんね。はい。じゃあ最後にお伝えしたいと、はい、最後にじゃあ最後までぜひぜひご覧ください。はい。はい、それでは次の質問に行きたいと思います。はい、ベータ関連のもう1個ですが、はいはい、ベータテストフェーズ3は、はい、週末だけでなく平日も実施されるんでしょうか。どうなるんでしょうか。立て続けにあれですね。はい。気になるやつですね。はい。ですね。最初の頃というか、しばらくはこれまでと同じウィークエンドベータという形で負荷をかけていただきます。PS3 版も始まるのでタイミングを合わせて皆さんでログインして負荷をかけていただきます。なのでまた金土日ですか。ですので平日のねお仕事や、学業に励んでいただいて、週末のベータをまた楽しみにしていただければなと。ただ3のラスト付近では、いよいよ最後の耐久テストをやるので、連続何日間か24時間開けっぱなしっていうことは、ちゃんとやりますので、ぜひじりじりと、プレーをしていただければなと思います。ありがとうございます。それでは次の質問です。これも多かったんですけど、これってくんないかな。次の質問いきますね。はい。ちょっと気になるキーワード、ハウジングについて。はい。ちょっと細かい質問なんですが、ハウジングゾーンがいっぱいになったら、即新しいインスタンスが自動で増えていくのか、それともタイミングを見て、手動で増えていくものなのか、どういう感じなんでしょうという。埋まり具合をちゃんと僕ら、サーバーを無駄なくやっぱり使いたいので、きっちり埋まってるかどうかっていうのを見て、サーバーソースコードサーバー側でパッチを当てて増やしていくっていう、だから自動で例えば何割埋まったから、空きますみたいな形ではないです。きっちり計画をして、数字を見ながら、運営をしていこうかなと思ってます。はい。ハウジングね。やっと晴れてきたのかなこれ。明るくはなってきたような気がしますが。ハウジングといえばね、ハウジングおじさんね。はい。最近どうしてるんでしょうね。どうしてるんでしょうね。わかんないですね。じゃあせっかくハウジングということで。ハウジングのお話を。ハウジングコーナーが今日もありますか。ちょっとワイプを切り替えてください。はい。じゃあ移動します。ちょっと準備します。今日は何を見せていただけるでしょうか。切り替えてください。屋内。前回のレターライブで外はね。外見ました。お見せしたので、今回は中ですね。これがS サイズですね。なるほど。こういう金庫ね、これ普通に置いてあるのはもろもろその家具的なことなんですか。そうですね。置物をこう飾ってみたり、タンスがあったり、その真ん中のカーペット的なものも。そうですね。これもそうです。なるほどなるほど。S サイズ。結構広いじゃないですか。そうですね。はい。じゃあこれいいか？もうこのままいっちゃうか。大丈夫かな？大丈夫ですね。はい。これが M サイズですね。急にでかいですね。ね、地下です。まず。地下付き。はい。これ M サイズ。でかいな。こんな感じでバーンと最初開けてあるので、ついたてのオブジェクトを使ってこう間仕切りをするレイアウトしてみたりとか、制作台を例えば地下はこう制作台を置いてクラフトに使ってみようかなとかいう感じでですね。なるほど。で、これが地下
はい、地下。もう一個階段見えましたね。こう上がっていくと、はい、なんとバーン2階。広いですね。急に広いですね。はい。でまあこんなねこれもあれですか、カーペット的なものの仲間ですか。かわいいですよね。かわいいですね。これいっぱいいろんなのを作っていて、だからこれね芸が細かいんですよね。これねボタンなんじゃないかってね。でこれなんで×なのって言ったら、はい、踏まれるからですって言ってました。あ、それは敷物だとそうだね。なるほど。まあしょうがないですよね。しょうがないですね。でこれがはいですので3階構造ですね。地下1階、そして確かね SM とクレバ L サイズ、出ました。 L サイズ。これが広、はい、柱もありの、はいはいはい、こんな感じですね。これはでかい。でかい。これも例えばまあこの柱にこう、はいね、置物してここに浴槽を置いて、まあ、お風呂にしようかなとか、はい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 。であと前回アートでね紹介したここね、はいはい、そこにドーンと、そうドーンと置けますよって話をしましたよね。なるほど。ここにこうバーンキャラで立つとそこでかいんだねってわかりますね。はい、ここにもうねドラゴンやら、はいはいはい、ねフリートやら何やらこう、ね、倒したものを飾っていただいて、で2階はこういう、例えばここねもう吹き抜け空いてるので、じゃあここはフリーカンパニーの食堂にしようかみたいな、すっごい長いテーブル置いてみんなで椅子置いて座ってね、はい、とかでこっちは空いてない、壁の空いてない部屋なので、じゃあここはフリーカンパニーの作戦会議室にしようか、はい、まあいろんなそのロールプレイに、耐えられるようにもう本当皆さんで自由に作っていただけたらなと。でもちろんね M に地下があるなら L にも地下があると広体育館かと本当そういう勢いですね。まあ本当いろんな使い方をしていただけたら、これ別にデカと使ってもいいし、そうです、マジ切っていってもいいし、ですしね。はい。で多分今のグローバルに運営してるメモでここまでねこのクオリティでやってるハウジングでやってるゲームはない。最近見ないですね。はい。ぜひぜひこちら、はい、申請スタートしてから割と早めの最初の頃のパッチでドドーンとねリリースしますので、はい、ぜひお楽しみに。ありがとうございます。はい。じゃあ一回ワイプを戻して、はい、戻してください。ハウジング関連でもう一個来てたんですが、ハウジングで、カウンターのあるお店とかを持つことってできるんでしょうかというのが来てます。できますよ。オブジェクトはどんどん出していくので、はい、それっぽいものを使って置いて、そんな雰囲気をね、でパブリック、要は誰でも侵入かとかのフラグに家をしていただければ、そうお店っぽいこともできる。これは内装心に火をつけそうで、ハウジング専用のリテーナー立てといて、自分の代わりにアイテム売っといて、じゃあまさにお店ができるということですね。じゃあワイプ、もう開けてます。今来ました。ここウォークスルーでちょっと話題になっていた、はい、ハイブリッジっていう場所ですね。はい、ではそれを見ながらまた次の質問に行きたいと思います。なるほど、ツイッターから来てますね。家ですが、バルコニーはないんでしょうかという質問が来てます。バルコニーは、建物によりけりですね。なるほど、建物のタイプによってはあるし、なるほどということです。ありがとうございます。なんかね、ここね、ここでね、処刑される人がいるやらいないやらっていうねシナリオがねあったりします。なるほど。怖いですよねこれね。そうですね。はい。それでは次の質問いきます。またちょっとなるほど経路が違う重めのやつが来ましたが、発売日が発表されましたが、仮にベータ3やベータ4で、クリティカルバグに相当するものが発見されて、それでは次の質問いきます。またちょっとなるほど経路が違う重めのやつが来ましたが、発売日が発表されましたが、仮にベータ3やベータ4で、クリティカルバグに相当するものが発見されて、これ発売までに修正が不可となった場合、ないものにしましょう。破棄をして、ちょっと新しいチャンネルも作り直してみていきますので、少々お時間いただきますが、もうちょっとお付き合いください。
すごいトラブルが来ましたね。参りましたね。これは参りましたね。使わせていただいている側なので何ともわからないというのが、そうですね。もうちょっと様子を見ましょう。はい。確かに事故らしいね、事故のなかったプロデューサーレターなんですけども、7回目にしてすごいのがやってまいりました。ちょっとやっぱり同説ね、視聴者の方が今回かなり多くいらしていただいたんで、僕らも体験したことがない数なんですよね。再開、もうちょっと様子をいろいろチェックしてみるんですが、再開する場合は先ほどどうやら止まったらしいところからまた再開しますので、そこはご安心いただいて、ひとまずはですね、ちゃんと飛ばさないでいきます。すみません、ただ皆さんね、ちょっと遅い時間から始めてしまったので、ちょっと終了が深い時間になってしまうかもです。すみませんね。ただできる限りね、僕らも予定してたことは全部やりきりたいとは思いますので、少々お待ちください。これあれですね、流れてるかどうかわからないってでこう場をつなぐのもまたそうなんですよね。これが果たして届いているのや否や。そうなんですよね。で途中からブツブツ出てもね、よくわからないし、どうなんでしょうね。そうですね。見れてると仮定して、そうですね。見えてますよという方は確かにいるっぽいんですが、カクカクと言ってる方もいる。映像が時々止まると言ってる方がいますね。なるほど。なかなかですね。これは確かにYouTube の先ほど止まった時は一斉に止まったが流れてましたけど、今は見れてますと映像がカクカクしますという方がいる感じでしょうか。なるほど。もう少し様子を見ましょう。ここでね、超絶面白い話をしたところで、ね止まってる方には伝わらないっていうね。入りましたね。今ちょっと技術担当の方がいろいろ調整もしておりますので、もうちょっとお待ちください。ちょっと YouTube に戻れるかどうか。戻ってまいりましたが、まず品数720に落として新しいページというかチャンネルを YouTube の方を作ってみて、これでどうなるかというのをちょっと見させていただけますか。でユーストの方もどうやら僕らのログインラッシュでね、ちょっといろいろそうですね、今トラブっているようです。でひとまず皆さん新しく、公式 Twitter の方がつぶやいている YouTube の方、こちらをご覧ください。現在こちらは上限を 720p までに絞った状態でお送りしております。こちらの方で正常に見えるかどうかを、少しの間見させていただきますので、ぜひぜひ皆さん、確認の上見れる見れないなど、ハッシュタグの方をつけてお送りください。さすがにね、テスト放送でこの同説テストができないのでそうですね、ちょっと厳しいですね。見れてますというツイートをいただいてますね。見えてます見えてます。大丈夫ですかね。見えてそうですね。さあどうでしょう。大体かな、大丈夫そうですね。いい感じですかね。技術班いかがでしょうか。大丈夫そうでしょうか。大丈夫。なるほど。どうしましょう。もう少し見ますか。大体今良さそうですか。同説が8000まで復活。
ちょっと1万2000ぐらいまでは様子をすみません見させてください。ツイッターがすごいことに、ツイッターがすごいですね。ありがとうございます。そうですね、大丈夫ですと言っていただいてるっ大丈夫の滝が流れておりますが、おびっくりですね。びっくりです。はい、今のところいけてそうですが、さてさてと、もう間もなく1万を超えますね。1万1000、はい、上がり方がすいませんね、皆さん行ったり来たり何千といきなり上がるので、もう1アップしたら行きましょうか。再開しましょうか。再開ということにしましょうか。本当に遅い時間なのに皆さん申し訳ございません。ねえ、心が痛い。はい、この何ともできないところがまた1万2000ぐらいに来ましたね。では再開しましょうか。はい、また皆さん何かあればですね、はい、言っていただければ。よろしくお願いしますいや本当にお待たせしました。すごい肝を冷やすとはこのことですね。はい、では実機を移しつつのさっきのご質問から再開でいいですかね。そうですね、先ほど止まったと思われるところからいきたいと思います。はい、ではですね、はい発売日が発表されましたが、はいはい仮にベータ3やベータ4で、はいはいクリティカルバグに相当するものが発見され、発売までの修正が不可になった場合、どういった対策を考えてますかという質問の途中で止まったみたいです。なるほど、はい、クリティカルバグ、クリティカルで直せないんですよね。直せないです。直せない。それはですよ、発売できないと思うので、はい、当然発売延期という対策をおそらくそうなった場合には取らせていただくと思います。はい、ただこれって、はい、僕別に今回の新生ファイナルファンタジー14が初マスターではないので、これまでのキャリアの中でもやっぱりその発売日を告知した後でその品質、最終的な品質だったり、本当にクリティカルなバグがどうしても取れなくて、発売日を延期したっていう経験もありますので、それはもちろん14に関わらずものを作って製品を皆さんにお届けするときにやっぱりその耐えうる品質じゃない場合に関しては、そういう対策を、で今回、僕が全ての、権限を持ち全てのクオリティも含めてですけど、全責任を負ってますので、発売日に関しては僕が今までいただいたテストのフィードバックをちゃんとフェーズ3で反映してかつ大規模 PR を始めるためにね、決断した、発売日になってます。で告知のタイミングも僕が決断をして出した日付なので、この後何か本当に大きな問題があったり、例えばもう本当サーバー開けたら3時間ですぐダウンするような状態とかなんだったら、僕の引き続き全責任を持ってね、もうありとあらゆるところに土下座してでもちゃんとした状態でリリースしようと思ってますので、その点はもし心配されているんだとしたらあまり、気にされなくていいです。本当ね、世の中のどんな製品だってそうだと思います。いや例えばドラム式洗濯機ね、ぐるぐる回転するね、回した途端ねドラムが飛び出して、ね、空中でぐるぐる回りますって言ったら、それは出せないでしょって話なので、それはどんなことだって当然だと思います。ありがとうございます。そうならないようにね、僕ら本当不眠不休でまだまだ突っ走ってますんで、これからもねぜひよろしくお願いします。それでは、次の質問に行きたいと思います。次ですが、すみましたね。QF14 からのデータ引き継ぎについて、リンクシェルやフレンドリストは、Q14 で所持していたものがそのまま引き継がれるでしょうかという質問です。もう一回。 Q14 で所持していた、リンクシェルとあとフレンドリスト、これ引き継がれますか？どうでしょう？リンクシェルに関しては基本引き継ぎなんですが、今回データセンターが2つの、日本と、北米欧州データセンターに分かれることになるので、レガシー用のワールドも分かれることになります。ですので、ワールド移転をもう一度皆さんに選択していただきますという話、させていただいてますが、リーダーの方が移動してしまった場合に関しては1回、解散という状態になります。
でフレンドリストに関しては、今回、アルファテストベータテスト参加されている方はご存知の通り、Q14 と仕様が違います、はい、例えばですけどモルボルに、はい、僕友達になってほしくてフレンドリスト要求を出すとモルボルが「いやこいつ嫌だな」ってこう拒否されるとフレンドリスト登録できません。なるほど。必ず承認制になってます、いやまあ友達になってやるよっていう場合は、OK が出ると初めてフレンドに登録できます、はい、でQ14 の場合はブックマーク式というか、はい、この人友達としてリストしておきたいですっていう場合、はい、承認なくリストが作られていたので、引き継ぎのタイミングでそのフレンドリストのプレイヤーの皆さんに一斉にフレンドリクエストを送信された状態でスタートします。なるほどなるほど。ですので、まあ、ボタンをね承認ってしていただけるとフレンドリストとして完成していくと。ただ一点ですね、正式サービスのタイミングからねキャラリメイク権があるので名前を変えるとですねこの人誰だっけっていう可能性があるので、そのあたりはね新生ロードストーンを使ってコミュニケーション取っていただいたり、はい、ベータテストフェーズ3中にコミュニケーション取っていただけると良いのかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、本当夜になりましたね。また雲。はい、それでは次の質問ですが、はい、そろそろコンテンツファインダーを実機で見せてほしいという質問が来ました。なるほど。ちょっと待ってくださいよ。はい。やばいものがあるので、一回画面を。はい、じゃあ、はい、ありがとうございます。いいですか。ちょっとその間に場所も移動しとこう。はい。あ、間違った。開発環境ハウジングに来ちゃった。そうなんですよ。いろいろ見てはいけないものが。危ない。はい、もう少々お待ちください。ちょっと待ってくださいね。今吉田さんがもろもろ準備中でございます。本当ですね。あってよかったね。充実したデバッグコマンド。はい。ちょっと待ってくださいね。まだですよ。まだです。こんな演出はいいからって言われそうな、コンテンツファインダーの準備をですねしております。はい。とか。ここで大丈夫かな。大丈夫かな。大丈夫ですね。では開けてください。はいと。はい。じゃあご説明を不思議な位置に不思議なものがありますが、なんでこんな場所なんだっていう話なんですけど、ですね、この下にズズズとコンテンツの名前が載っててですね、はい、ベータ3はここまでということで見えちゃいけないものがもう全部出ちゃってるんで、ちょっとすみません、画面で見切らせてください。でちょっと説明させていただくと、はい、ファインダーってコンテンツではないので、まあ、基本こういう UI なんですね、ユーザーインターフェースメニューです。でちょっと解説すると今僕このキャラレベル35の武術師です、はい、でロールはタンクですと、あなたの役割はタンクに属してますと。でこのスイッチ、はい、攻略途中パーティーへの参加っていうボタンなんですけど、これをスイッチ入れた状態でファインダーに登録すると、例えばですけど、まあ、僕は今ゲームにログインした、でモルボルたち、はい、まあ、うちのそのコミュニティレップが、ダンジョンに行ってましたと。行ってますと。はい。でところがモルボルが寝落ちをしたと。はい。で置き去りにされたモッチーたちがあと一人足りないっていう時に、実はダンジョンの途中からでもファインダーにリクエストが出せるんですね。あと一人補充してほしい。補充ができる。はい。その補充リクエストも、はい、このフラグを立てていくと、あ、俺もういいですと。ダンジョンの最初からじゃなくても、なるほどなるほど、はい、とにかくさっさとダンジョン行きたいんでマッチングしてくださいって場合、これを入れておくと、例えばもしかするとそのダンジョンのボス直前かもしれないし、始まってまだ1分ぐらいかもしれないんですけど、もう途中からでもどんどんマッチングしてほしいって方はこれスイッチをしといてくれると。なるほど、はい、でいや僕は必ずどのダンジョンでもいいんだけど、はい、最初からにしたいって場合は切ると、はい、なるほど。でここにこのタブがね、はい、危ね危ねダンジョン、ダンジョン、今ダンジョンっていうタブが出てますね。はい、出てますね。でこの隣がギルドオーダー。まあ他にもね何かあるんですけど、まあこういった形でそのパーティーで遊ぶようなコンテンツはほとんどがこのファインダーに名前リストアップされているので、でここに名前がありますよね。はい、例えばレベル15サスタシャ、ね、レベル16タムタラ、レベル17カッパーベルって感じで、これ鍵がついてますけど、で鍵がついてるのは、はい、
本来いきなりこんなバーンって開いてたりはしないんですけど、まあ、レベル15になると、まあ、サスタ社が表示されて、でロックされてます最初。なるほど。はい、サスタ社に行ってきてくれっていうクエストが発生するので、それを受諾して、サスタ社まで行くとロックが外れて、なるほど、それ以降ファインダーで使える、それ以降ファインダーが使えるようになる。なるほど。だからどのダンジョンもクエストが必ず用意されてるので、クエストをやると、で現地まで大概のクエストが現地まで行ってきてくれるので、現地まで行って、あ、なるほどここがと場所は、っていうのが分かるとファインダーに登録されるので、で行きたいダンジョン、例えばログインして行きたいダンジョンを選択して、参加って押すと、あなたのでここにあなた今ファインダーにリクエストしてますよっていう形にが表示されるんですね。出るので、あとはもう好きなように待ってれば、見つかったら自動的にいきなりワープして、ダンジョン、気が付いたダンジョンの中にいるみたいなね状態になります。で、まあ、特に行きたいダンジョンがある場合に関しては指定をして、でもどこでもいいですと、俺レベル35だけど、今回レベルシンクというねシステムがあって、新規の方もいらっしゃると思うんで根本から説明ですけど、例えばここに表示されているタムタラの墓所、レベル16のダンジョンなんですけども、例えば僕今レベル35です、でじゃあやっぱ35でレベル16に行っても経験値全然もらえないじゃんとか、強すぎるんじゃないのっていうところを、ちゃんと適切なレベルに実は調整するシステムをレベルシンクって呼んでいて、レベル35でタムタラに行くとちゃんとレベル16にバランス調整されるんですよね。で装備着替える必要もないし、でスキルは、レベル16相当に制限されるので、なので例えばですけど、またここの例えですけど、僕先に始めてました、レベルも50になっちゃいました、でモルボル最近始めました、で初めてダンジョン行くんだけど、ちょっと付き合ってよって言われた時に、あ、いいよいいよって。でこのシステムがないと僕50なんで、いやそのダンジョン行っても何もね経験値そっちにあんま入んないんだよねみたいな風になっちゃうので、で今回のレベルシンクっていうシステムを使うと、僕もじゃあ一瞬レベル15になって、じゃあ一緒に行こうかっていうのができるので、全部にチェック入れて参加、でちゃんとダンジョン終わるとレベル35に元に戻って、ちゃんと35でも EXP が入ってるっていう状態になるので、なのでオールにチェックしていくと、とりあえずもう最速でマッチングされたところに飛ぶ、で報酬が良かったりします、ランダムマッチングの方が。そうなんですね。とにかく積極的にあまりある意味あまりわがままを言わずにランダムマッチングした方が報酬がちょっと良かったりするので、まあファインダーってそういうものです。でここに言語ね、僕日本語だけにしたいです。ここはねワールドがデータセンター分かれるのであんまり、ないと思うんですけど、まあ一応そんなところまでは。これがコンテンツファインダーです。これがコンテンツファインダーですね。大体分かっていただけたかな。大丈夫でしょうかね。では次行きたいと思います。先ほど説明であったフレンドリストのところの説明でありました神聖ロードストーンというキーワードが出ましたけれども、神聖ロードストーンはいつ頃オープン予定ですかということですが、今チーム内テストをしているので、3中に1回テストをやるか、3と4の間にやるか、もうでも間もなくではあります。本当開発が今みんなが社内テストプレイを開発全員でやった後、必ず日記を書けとか自分たちでフリーカンパニー結成して、フリーカンパニーページをにストレスかけようとかやってます。だからすごい名前のフリーカンパニー僕プレイしてると誘われたり、うちのリンクシェル入れよって言われたりしてるので、もう間もなくですね。今最終の、最初の僕らが使ってみてのフィードバックを神聖ロードストーンチームに渡して、ここはこう修正していこうよとかっていうのをやってる最中なので、そんなに遠くはないと思います。ありがとうございます。ちょっとゲーム画面ワイプを戻してもらっていいですか。では続いての質問いきたいと思います。これ、英語ですごく多かった質問なんですけど、申請ジャンプできるように戻していいです。ますが、このジャンプを使って、コンテンツをクリアするためにジャンプが必要になることってありますかという質問です。コンテンツをクリアするためにジャンプが必要になる、基本的にはないです。苦手な方もいらっしゃると思うので、ただですね、バトルコンテンツによっては、
なんか床がね抜けただのなんか床なくなって奈落に落ちただの、っていう時はちんたら走って戻るよりはちょっと復帰は早いかもしれないですねジャンプした方が。なるほど。まあ、ただ、まあね、最後の方のコンテンツいくとね、はい、まあ落ちたらね復帰とかないですよっていうね、はい、ずっと死体のまま、ね、パーティーが徐々に死んでいくのを見守ってくださいよとか、はい、いう結構ハードなのもあるやらないやら。あとはただ季節イベントとかではちょっとネタ的にこうジャンプをしてこれにタッチしたらとかっていうのはもしかしたらやるかもしれないですね。なるほど。なのでなんだろう、こうすっごいそれバトルコンテンツではやっぱりクリアできるかどうかギリギリの線で楽しむっていうこと自体はあると思うんですけど、まあお祭りの中でちょっとジャンプ使った遊びがあるっていうのは、まあなんだろう、ネタとしてできることなので、用意するかもしれないですね。はい、なんだか今何か部屋の中で今度は音がブラインドが雨粒、嫌な感じですね。すごい今日はいろいろなことが起こる日です。はい、じゃあ気にせずいきましょうか。まあ気になりますけどね。気にせず放送載ってるかどうかわからないですけど、載ってますか。はい。このコン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 は雨音ですということです。はい、では次いきます。はい。先ほど紹介していただいたコンテンツファインダーですけれども、コンテンツファインダーでは複数のジョブを指定することはできるんでしょうかというものですね。複数のジョブできないです。急に積むのは必ず一つの、ロールになります。じゃないとですね、やっぱりみんな複数積んじゃって、じゃあ僕ら何を基準にマッチングしたらいいんですかっていう話になっちゃうので、行きたいものははっきりさせていただきたいと思います。ありがとうございます。それでは次の質問に行きます。次はですね、またガラッと変わってリテイナーの質問ですが、リテイナーのワールド間共有について、例えば同じアカウント内で、同じワールドにキャラクターを3人作成した場合、リテイナーは6体ではなく2体で共有になるんでしょうか。バッグの中身はそれぞれ空っぽですけど、共有されますね。なるほど。はい。バラバラに雇うわけじゃないですね。同じワールドの場合は共有になります。はい、ありがとうございます。まあどっちもあんまり多分使い勝手は変わらないと思います。はい。なるほど。はい。では次です。ローンチ時に用意されるサーバー名と、どのサーバーが新規なのか、どのサーバーがレガシーサーバーなのかをそろそろ教えてほしいというものです。ローンチ時に用意されるサーバー名、ワールド名ですね。が知りたい。でそれがどれが新規向けでどれがその引き継ぎのレガシー向けかっていうのはそろそろ教えてもらえますかということです、ね。Q14 のそのレガシーと呼ばれているワールドに関しては、全てアイテム名で一度付けた名前なんですけど、それはそのまま使います。はい。ですので Q14 プレイされてる方は見知った名前だわっていうのを見ればすぐ分かります。あとワールドネームの後ろにカッコでレガシーってついてますのですぐ分かります。でその新設されるベータ3からかなりワールド増えます。ブログの方でプロジェクトマネージャー M が言いたいとネタにさせてくれということなので、私の口からは申し上げられませんと。M 待ちという M 待ちという新しいものですね。はい。ではおそらく近日かどうか分かりませんが、近日でいいんじゃないですか。じゃあ近日仕事をしていただきましょう。ブログで公開されるということですのでご注目ください。はい、ありがとうございます。それでは次の質問です。この制作関連ですが、通常の制作レシピの他に、クエストの報酬やアチーブメント、戦利品から入手するといったような、そういう特殊な制作レシピはあるでしょうか。申請ローンチのタイミングでは、存在しないです。なぜならまず50になっていただくことが最初なので、新規の方たくさん来ます。でそれ以降、その先のハイレシピみたいなものに関しては、企画は上がってきているのでやっていくと思います。なのである種、1クラスはバトルクラスやってくださいと思ってますけど、本当そのレシピを取るためにやりたくないバトルコンテンツひたすらやってドロップ待ちしなきゃ取れないレシピみたいなのは用意は
申請スタートのタイミングでは存在しないです。はい、はい、ありがとうございます。はい。では次いきたいと思います。新デザインの耐熱装備の配布は予定していますか？お、いいところに来た。いい質問来ましたね。耐熱装備ですよね。耐熱装備です。新デザイン。新デザインのよ。あれ？こっち？はい、それです。こっちですね。うん、こんな感じですね。これはもしかしてゲーム画面から戻した方が戻っている？戻ってます、戻ってます。なるほど、こっちですね。なるほど。はい、こんな感じですね。おお、新デザインの耐熱装備でした。で、まだあります？あった。男です。はい、男バージョン。はい、そちらですね。今今年もあります。今年もあります。今年もあります。はい。耐熱装備。耐熱装備でした。はい。ありがとうございます。はい。それでは次いきます。少しでいいので、うんこういう前振り怖いですね。少しでいいので、魔導アーマーやバディのチョコボと一緒に戦うシーンを見せてほしいです。なるほど。バディ。くっついてきてるチョコもなんだって話ですけど、ね、あれこれがもしや来るんじゃないかなと思ってね、出しておくこの準備の良さ。これバディですか？これバディですね。ちょっとご説明をお願いします。はい。ですね、ちょっと待ってくださいね。はい。ちょっと一回君帰ろうか。さようなら。出た。はい。はい。でこれチョコボホイッスル乗りますね。はい。いわゆる皆さんご存知チョコボです。はい。で乗りますね。あ、こっちか。はい。で、はい。ここにギサールの野菜と、ちょっと見にくいかもしれないですが、ギサールの野菜というアイテムがありますね。ボタンを押すと使うと、やってくるね。くれと餌をくれと。なるほど。はい。これで呼び出しました。じゃあちょっと戦ってみましょうか。はい。ついにイクサルがいますね。お、はい。おお、攻撃始めました。これは自動で行われる感じなんですか？そうです。はい。オートですね。痛い。こいつは痛い。死ぬんじゃなかろうかというね。本当にスタンさせますね。強いです。ちょっとさ、おすすめなんかないんですか？チョコボ行ってまいりましたね。チョコなんてむごたらしい。ちょっと俺もやばいんじゃないかっていうさ、はい、これ逃げましたね。吉田さんともあろうものが逃げましたね。危ねえ危ねえ。開発がザーザーしてますね今、はい、すごい声が。もう聞こ大丈夫ですか？これこそバトルチームに、こっから人たちに助けてもらう。諦めて帰ってきましたね。いやいや、なんですか？事故ですかね。はい、何事もなかったように。先ほどなんかちょっと若干ぐったりされてましたけども、多分ね、餌が切れたんですよ。そうなるとどうなっちゃうんですか？普通に帰ってきますね。なるほど。いやー、びっくりした。強いんだよ、イクサルね。レベルもうこのぐらいになってくるとね、レベル3つ違うと結構やばい。今度は大丈夫ですか？はい、大丈夫じゃないですか。バディの活躍なんかやりましたね。はい。じゃあバディの解説なんかを。吉田さん結構ね夢中になる系ですよね。さっき死んだんで。真面目にバトルをし始めましたね。さっき死んだんで。やだな。チョコボちょっとなんか使う。蹴り入れてましたね。で、じゃあちょっといいですか。ここにバディっていうタブがあります。はい。でこれですね。で、例えばここにこれが装備変更っていうアイコンで、これを入れて実行すると装備変更、チョコボの専用装備画面が出るので、でこれが機関、さっき帰っていいよって言ったコマンドですね。で追従はついておいで、フォローしなさい。でここにフリーファイトっていう命令があります。でこう、フリーファイトを押しとくと、分かりましたと。じゃああなたが戦うモンスターと自由に好きなように戦うねと、持ってるアクションを自分で考えて自由に戦いますと。でここからがスタンスっていうのがあって、これアタッカースタンス、ディフェンダースタンス、ヒーラースタンス
でアタッカースタンスっていうのは何かっていうと、持ってる、アタッカー系の、はい、チョコボアクション、チョコボアビリティをいろいろ使ってどんどん僕攻めますね。なるほどなるほど。いわゆるガンガン行こうぜ的な、いわゆるそういうこと、はい、でディフェンダースタンスっていうのは、いわゆる命大事になるほどなるほどいろいろディフェンシブなバフだったりを使って、身固めてできるだけ安全に戦いますね。でヒーラースタンスにしておくと、チョコケアルとか、あとチョコリジェネっていって定期的にヒットポイントが回復するリジェネを自分にかけてくれて、基本自分をサポートするように動いてくれるスタンスで、成長要素っていうお話を前にもしたと思うんですけど、ポイントを、チョコボって、まあ、バディのチョコボって、ここにレベル35ってあるように、僕の今のこのキャラのレベルって35なんですけど、呼び出したレベル今使ってるクラスに応じて自動的にレベルが変わります。なのでレベルが上がるという考え方ではなくて、ポイントを貯めていってチョコボでチョコボを一緒に戦わせて、でそのポイントでアタッカースキル、それからディフェンシブスキルでヒーラースキルっていうのをポイントで取っていく。ああなるほど。だからケアル取って、ケアルリジェネ取って、ケアルラ取ってでポイントでも消費しちゃうので、どうしようかなと。俺はもうとにかくそのヒーラータイプで育てる、まんべんなく取っていって、なるほどなるほど、ポイントの高いアビリティはいらないやと、まんべんなく使うからとか、そこで悩んでいただこうかなと。でそれぞれで、たださっきのスタンスはいつでも切り替えられるので、なるほど、ちょっとケアルって言ったら切り替えればいい、ヒーラースタンスに切り替えてもらえれば動きますね。はい、それがバディの基本、でフェーズ3で戦ってくれることになったので、チョコボの装備切り替えだけはさすがにちょっとそこまで公開してしまうとちょっと出しすぎなのでなるほど、装備見た目の切り替えは、できないように、要はコマンドが実行されないようにしてますけど、バディを呼び出して一緒に戦ってもらうこと自体はフェーズ3で試していただけるので、ぜひね一緒に僕がさっきね見せたような失態のないようにぜひ彼も可愛がってあげていただけたらなと。で、テストしていただくためのものなので、専用のデバッグ用 NPC、違法の詩人という、バージョン2みたいなやつが今回いるらしいので、彼にチョコボを手に入れてから話しかけてもらうとバディの機能解放っていうのがあるので、それで解放してぜひ触ってみてください。でこれベータテストフェーズ3の最初から入ってる感じですか？最初からいます。なので、まずチョコボを手に入れることを目標に、チョコボを手に入れた後、機能解放ができるので、じゃあ皆さんぜひこれを試してみてください。ありがとうございました。いやまさかね、あんなに痛々しい倒れ方をさせてしまうかとはね。実は結構ショックですよ。ショックなんです。ポーションと思ったんです。そしたら今日このためにその用意されてるキャラなんで、ポーションとかマグロ入ってねえしなみたいな。いやーでね、今日はいろいろあります。ちょっとねショックだったんですよね、さっきの。これあれです、皆さんが思ってる以上にこの感じは本当にショックの時です。ゲーマーとしてはねありえないんですよ、あれ本当にちょっとね。これ多分開発内外からそうですね、しばらく言われるディスられるんですよね。なんすかあれってっていいです。そんなわけでちょっと一旦止まってしまったりなんだりいろいろありましたが、前半戦を一旦ここまでとさせていただいて、短くではありますが休憩は今回も長くなりましたので挟まさせていただいて、引き続き後半戦はいよいよ PS3 と、PS3 版をご覧いただきたいと思いますので、一旦ここで5分間ほどの休憩に入りたいと思います。それでは後ほどまたお会いしましょう。いろいろありすぎてですね今回の休憩が何だったか振るの忘れたっていうのもありますが、いつもの休憩の旅の思い出シリーズ、もうきついっす今日二高町の時の思い出写真をご覧いただきました。
で引き続き後半戦なんですが、先ほどの前半戦最後でご覧いただいたバディ関連で2個ほど質問いただいて、いただいてたので、まずですね、僕いくつか、すみません、訂正をさせていただきたいんですが、さっき戦って、ヨシが逃げたシーン、マムージャですね、僕目悪くて見えないんですよ。マムージャでした。でそれが1点、それからさっきコンテンツファインダーで、タムタラ16、17、16にレベルシンクされますって言いましたけど、ダンジョンレベル16、17、18で入れるダンジョンなので、レベルシンクされるのはレベル18。細かいですね。この幅の中の一番上にシンクされる。そうです。で、あとなんだっけ、そうです、最後は、もうね、これ言い訳オツって言われるのは分かってるんです。言い訳オツでいいんですけど、さっきの僕のかっこいい装備、なんと僕のためにかっこいい装備を選んでくれたらしいんですけど、レベル15なんだと、装備レベル30オーバーの敵と戦うなよって言われました。なので僕の腕ではないと、いいっすよ、そう言うんですね。いや、いいっす、僕のせいです。なまってるんです最近。で、バディ関連の質問なんですが、先ほどギサールの野菜で呼び出しましたけれども、横にちっちゃい数字が見えたんですが、ギサールの野菜は消費アイテムですかという。消費アイテムです。購入してください。食べさせてあげてください。もう一個です。バディのチョコ、バディと魔術師のカーバンクル、ペット系ですね。同時に呼び出せますか？同時に呼び出せます。ありがとうございます。サクサクとシンプルな答えです。これでガチャッとかならないよな。大丈夫です。それでは後半戦ですが、後半戦まずは最初はですね、いよいよご覧いただきます。プレイステーション3版ということなので、画面大丈夫ですか？画面の方切り替えましょう。変わらないですよね、別にね、 PC 版とね。ベータをやっている方にはすっかりおなじみ、キャラ選択画面ですが、先にねキャラクター作成いきましょうか。でちょっと今回、最後の今もうバグフィックスに入っているので、ちょっとキャラデータの最終、入れ替え、最新に入れ替えたんで、もしね止まったらまた事故かと思ってもらえれば、それはそれで、テストですからいいですと。こんな感じですね。どうですかね、綺麗に見えてるかどうかがちょっと心配なんですよね、放送なんで。綺麗に見えて、そうですね、放送で確かにちょっと変わっちゃうっていうところはあるかもしれないですが、綺麗ですね。で、選んでいきますね。そうでした。キャラメイク画面もベータフェーズ3から変わりましたね、いろいろ。スライダー形式になりましたね。で、マップも変えられます。で順番通りに進めていけば、上から順番にカスタムできるんですけど、×でキャンセルすると好きなところからね。今の色の数も何気に新しくなった色の数たち。そうですね、これね、192色ね。これはどうでしょう、皆さん満足じゃないでしょうか。怒りの192色みたいな。本当にこんな感じで、今回昼夜も変えられるので、これもベータテストのフェーズ 1、2の間にいろんな要望ありましたよね。いろんな光の塩梅で見たいですというのがありましたが、変えられますね。でマップも3リージョン分森。なるほど。そうか、このシーンも増えてるんですよね。であとこうやって今回キャラメイク中にもオプションが開けるようになったので、設定をいじっていただけます。 PC 版の場合はここでグラフィックスコンフィグもできるので、最高品質とか高品質とかのチェックもキャラメイクでしてもらって、自分どれぐらいのクオリティで遊びたいかなというのもできます。で、今回PS3 版特に重要なのがこのガンマの調整。お使いのテレビの本当にバックライト、液晶モニターのバックライトの強さに今回ディファードライティングっていうライティング使ってるので、すごく影響を受けます。ですので、僕らとしてはぜひね、皆さんのお使いのテレビ環境違うので、皆さんの環境に合った設定をぜひ
このキャラメイクするときにしていただいて、この後オープニングが始まったりねするので、その時できるだけやっぱりいい環境で見ていただきたいので、まあこういった設定をなるほど、はい、はい、していただきたいなと。はい。でもう例えば髪型、これパターンも増えたんですよね。増えましたね。はい。感じですね。おお。はいはい。これ何気に髪もちょっと揺れてますか？そうですね。揺れてますね。おお。はい。あ、戻しちゃった。はい。はい。まあウルダハ近郊でございます。なんか髪型についてとか床屋についての質問とかってなんか来てません？あったんですよ。はい。髪型、新しい髪型はどういったものが用意されているのか見せてほしいですと。まあ大体今回、はい、まあこんなんね用意されてますね。で、はい、床屋、はい、ね、足すぞ足すぞって言ってる床屋を、パッチ僕らも2.1 って呼んでるパッチとか 2.2 って呼んでるパッチがあるんですけど、はい、2.1 で今のところ床屋実装予定なので、髪型はほぼベータフェーズ3に載ってるものが、申請ローンチ時に選べる髪型なんですが、はい、足します。まだまだ。あ、なるほど。床屋が入るので、ちょっと戻してもらっていいですか。これ新髪型です、ね、こういうのとか、はい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 こういう、いいですね。こっちそっちです。はい。とか、はいはいはい。こういうのとか、まだあります。まだある。全然あるよ。はいはいはい。こういうのとか、なんかね、すげえあるんですよね。まあなんかこういうのとか、まあこういうのとかですね。ので、まあはい。これからも皆さんね、床屋が入るんで、髪型は床屋のコンテンツで自由に変えてもらえるので、これからもどんどん足していこうと思ってるので、まあ申請サービス時はサクッと決めていただいて、床屋が入ったらまた髪型も増えるので、いろいろ試してもらえればなと思います。なるほど。はい。はい。はいはいはい。それでは引き続きもう少し PSP 版をご紹介していただきつつですね。でキャラメイクで、はい。まあ髪の色もそうですね。時間を変えるか。はい。こんな感じですごいありますね。でメッシュを入れると、はい、おお、なるほど。しかしこのパレットインパクトありますね。すごい、はい、本当に全部出しましたみたいなね。であとは目ですね。目の色とか、はい、近づけるか、はいね、ちょっと見にくいねこの髪型で、まあ赤にして、今回オッドアイがあるので、はい、そうですね、左右の目の色を変えるというのがあるので、もう本当どんだけだっていうぐらいちょっと持ってはみたので、はい、これはだいぶ遊べますね。あとはフェイスペイントですか。そうですね、フェイスペイントね、こんなね、はい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 とかね。でこれさらに反転ができるので、こっちにつける。なるほど。こっちにつける。これはじゃあこだわりの本当いっぱいありますよ。もうすごい奇抜なものからね、こういうしてみたりね。ははね、反転。なるほどね。でペイントの色、薄い濃いっていうのがあるので、さらにこう色をね。なるほどなるほど。ワンポイント的な遊びもできますね。はい。はい。まあこんな感じで本当にキャラメイク皆さんのフィードバックを受けてできる限りのそうですね。はい盛り込みを。これキャラメイクのこの項目とか自体は PC 版も一緒ってことですもんね。一緒です一緒です。あとはあれですね、フィードバックで言うと声のタイプを聞くときにいろんなシチュエーションで見たいですっていうのがあったんで、はいこんな感じでタイプ1でこうね変えれるよ。こんな声になりますよっていうのが
1通りじゃなくて、タイプごとに123 5種類の声を出してみることができる。そうですね、こうやってはいはいはい、なるほど。いや本当ね、これちゃんとねちゃんと映ってるかがね、僕不安なんですよね。きっと大丈夫。大丈夫ですかね。きっと大丈夫です。はい、今のところ大丈夫そうですよ。はい、じゃあ僕のキャラクターにちょっと戻りますね。はい、それではまた準備のを進めながらいろんな質問をの方に、じゃあちょっとセットアップするんで、時間とかカメラを戻してください。じゃあそれやっていただきながら、質問の方ですが、あ、そっちです。はい。正式サービスなまりました。正式サービス開始時にね、北海道弁ってやつ違いますよ。違います。はい。わかるでしょ、北海道なんですか。わかります。正式サービス開始時に学者が実装される噂は本当ですか。学者怒りのバトルチーム怒りの学者ここにいるやつですよね。おばさんもこちら学者が入ります。本当ですか。入ります。サービススタート時に学者が8つ目のジョブとして登場しますので、ジョブだけでバラバラにフルパーティーが組める状態でスタートですね。でこれ以上危ない、今言うとこだった。危ないですよ。これ以上は本当に言うなと言われていて、これ以上まだいろいろあるんです。本当はそうです。本当はこの放送で大々的にこれは学者ですって言って、待て次号っていうつもりだったんですけど、まあいろいろあってですねなぜかねなのでこっから先は動画も含めて情報は E3 のタイミングでどんなじゃあその学者ってジョブなのとか何を使うのとかそのぐらいにしときましょうか。わかりました。すごくハラハラするのでわかりました。今日危ないですよね、俺ね。じゃあ E3 をお楽しみください。はい、じゃあ学者に関してはそんな感じです。じゃあ画面を押しましょうか。これ PS3 ですね。そうですよね、 PS3 ですよね。はい、PS3 です。いやどう見えてるのかなみんなね。気になりますが、とてもサクサク動いてますよ。カメラね、伸ばすんだったらこんな伸ばすんです。弾けますね。弾けますよね。結構驚異的なあれちょっとなんでこいつなんでこいつはひどくないですか。だって名前がよく見えなかった。名前を言ってはいけないそうですね、感じですね。あの方ってなんでここにいるんだろう。日焼けしてますね。すごい。深くは触れるのやめましょう。危ないですね。こんな感じですね。ここね。ウォークスルーパート1でも出したところですね。ここね、ほらそうですよ。ウォークスルーパート1の頃は結構カクカクしてるんじゃないのっていう声もあったりしましたが、この距離でもねキャラ見えますからね。最終的にはっていうかまだこれから調整もされるんですかね。ベータ3の段階ではこんなにサクサク動きますよ。どうやって LOD かかったりするか分かりますかね。さすがに画像はないと無理ですかね。これはあれなんですよね。ほらハイモデルさまざまな工夫によって実現されてるんですよね。これね結構本当にチームよくやってくれたなと思ってて、やっぱりこのクオリティ、確かにその FPS とかのシングルゲームに比べると、まあ世界観違うんで見た目違うところもありますけど、やっぱりこれだけのものが、これで MMORPG なのでまあ何十キャラもね出たりするので、まあ頑張ってくれたなと本当に。それでは続き質問の方にいきますけれども、これも気になるやつですね。オートランしちゃった。アーマリーチェストを実機で解説してくださいということですが、 PS3 版でもいけますか。いけますよ。じゃあちょっと出しましょうか。これがメインコマンドって書いてますね。PS3 のメインコマンドですね。スタートを押すと開きます。でここにありますね。アーマリーチェスト書いてますね。アーマリーチェスト。押すとこれがアーマリーチェストで、ですね、
ファイナルファンタジー14はアーマリーというシステムがあって、一つのキャラクターでいろんなロールというか、クラスだったりジョブだったりに一人のキャラでいろいろクラスチェンジジョブチェンジができるゲームなので、一人のキャラクターにすっごいたくさん装備が必要になってきます。ですぐにそのバッグを圧迫してしまうっていう問題もあったりで、あとアルファテストの時にはギアセットっていう仕組みで同じ例えばマクロ的にこの装備を登録しておいて一瞬で着替えるっていうシステムを入れてたんですけど、フィードバックでもっと便利に使いたいよっていうお話があって、で1回アーマリーボードっていうまた仕様を切ったんですけど、もう皆川と実装していく中であとメモリがすごく厳しかったんですけど、プログラマーが本当に頑張ってくれて、最終的におそらく皆さんが理想とされてる形のこのメインアーム25個、頭25個、パーツごとに25個、25マス、これを全部持って歩けます。ほう、なのでいっぱい入りますね。でソウルクリスタルね、ソウルクリスタルジョブになるためのソウルクリスタルが8マスありますね。なるほど。そうなので、ここに14の場合装備アイテムを入手したら、所持品バッグではなく全てアーマリーチェストに入ります。なるほど。部員ごとに分かれて入る。なのでここでサブコマンドから装備するとか修理するとか、なるほど、ホットバーに登録するとかいろいろあるんですけど、こんな感じになりました。ですので、一発着替え用のそのギアセットって呼んでるシステムは、このアーマリーチェストの中にあるものを全て自由に組んでもらえるようになったので、なるほど実体が1個あればもう自由に、複数のギアセットに同じアイテムが登録できるようになるという。でまだ拡張の余地は残してあるので、さらに運営最後までこの数ではないとは思います。クラスも自分も増える可能性があるので、スタートは25個からいきます。これは多くの皆さんには一旦これは十分じゃないかという感じですよね。フィードバックをいただいて、本当に視力を尽くしてやってきて、最終的にはこの形に落ち着けられたので、フィードバックのおかげだと思います。ありがとうございます。では次の質問にいきたいと思います。これ毎回いきますな、この質問。やばい人がいた。柔術師の新しい情報はありますか？ないです。ありません。やらねばなるまいとは言ってるんですが、まだないです。すみません。では次の質問です。今度はジョブですね。白魔導士以外のヒーラーを追加する予定はありますか？ヒーラー、回復できるねものはね、あるんじゃなかろうかと。なるほど。もうそれ以上はいらない。わかりました。ありがとうございます。では次の質問ですが、ツイッターでいっぱいいただいてます。文句で実際戦ってるとこ見たいなと煽られてます。煽られてますか。これいいかな、言っても。今日ねいろいろ事故が続いたので、今日この放送終了時にそうでしたお土産を用意してあるので、そちらをねご覧いただければわかるかなと。もうちょっとお待ちください。後でまた。では質問次の方いきたいと思います。申請のマテリアシステムについて、装備への装着はクラス問わず可能になりますか？いや、そこは、修理できる、クラスがそのアイテムを修理できるクラスがマテリア装着できます。そこは変わってない。Q14 っていうものの仕様とは変わってないですね。ありがとうございます。では次の質問ですが、将来的に一つのクラスで複数種の武器を装備できるようになりますか？将来的に可能性がないとは言わないですけど、それこそ優先順位の問題で、じゃあその一つのクラスやジョブで複数の武器を持つ方がいいのか、僕らとしてはコストは実はその方がまだ安いんですけど、新ジョブやね、それこそ充実師を作った方が皆さんは嬉しいのかなと思ったりするので、否定はしないですし、そういうアイデアがないわけじゃもちろんないです。だから将来って言われるとなかなかお答えしづらいんですけど、あ
まあ可能性はあるのかもなと、ただそれより僕のプライオリティだと、ジョブやクラスをちゃんと追加する方が嬉しいのかなという感じです。ありがとうございます。それでは次の質問です。さあバトルに移動するのでちょっとまた切ってもらっていい？できるだけねやっぱ最初なんで見栄えのいい状態にしたいですからね。質問の方ですが、複数回攻撃を行える武器の実装を予定していますか？複数回複数回攻撃を行える武器。複数回攻撃とは複数回攻撃何を指すんですか？いっぱいってことですか？武器？複数、そうですね。質問が若干技じゃないですね。そうですね。アビリティとかウェポンスキルとかじゃないんですよね。なるほど。1回の攻撃なんだけども、何度も殴る。1回の中で何度も殴るような武器みたいなものは例えばあるんでしょうかと。連撃系のウェポンスキルも普通にあるので、それはなんだろうごめんなさい。難しいな。それってでもごめんなさいね、もういきなりバランスのことを僕頭の中で考えちゃってて、それって一発一発のダメージが結局低くなって一発殴るのと何が変わるのかなと思っちゃったりするんですよね。見た目の問題だったら似たような効果はもちろんあるし、多段ヒットする武器？ある意味そういうことです。多段ヒットするはやぶさの剣みたいな、例えばそういうやつですね。でもそれってバトルシステム的にバトルシステム的にこれ深く長くなっちゃうと思うんだけど、そうですね、クールダウンが絶対に必要なのでそりゃ2連続、ただアビリティでキャストタイムゼロにして連続して魔法唱えるとかはあるので、なんかそれはちょっとバトルシステムとアビリティやスキルの組み合わせでできるようになってるので、武器に用意するって考え方ではないです。いいのかなこの答えで。これ質問によっては吉田さんが超真面目に長く答えてしまう。そうなんですよね。気をつけなければいけない。じゃあ上げていいですよ。夜にしてみました。綺麗ですね。遠くに灯台のようなものが見えますね。はい。では質問の方を続けていきたいと思います。以前話していた型紙システムについて、コンテンツが開始される時期だったりどのぐらいの自由度になるかを教えてくださいというものです。今予定しているのは 2.2 と呼んでるパッチなので、2つ目の大型アップデートですかね。で、準備はもうできているので、あとはどんなアイテムを消費してそれをこう取り入れるかみたいな、要はコンテンツとしてどう確立させるかってところだけ残ってるので、一応そうですね2回目のアップデートでやる予定で、ただ、例えば、クロマがプレートをローブに姿見せるみたいなのは NG っていう話をしてますね。ロールが見た目からわけわからなくなったりするのはダメですよと。なるほど。ありがとうございます。それでは次です。これも時々言いますが、染色色染めですね。染色は、装備品のメインカラーのみ行えるのでしょうか、それともアクセントカラーも染めたりできるのでしょうかというものです。染められる部位は、決まってるので、ものによって違います。なるほど。装備ものによって染められる場所が決まっていて、そこを変更できると。そうですね。なので、いろいろ試してみてもらえればいいのかなと。フェイトが始まってますね。大丈夫ですか？俺夢中になる。そうですよ。まあ質問は続けますね。どうぞ。竜騎士です。竜騎士は物理アタッカーとしてどういう特徴が？だから言ったじゃないですか。AE が来た。もう一回いきますよ。
さっき死んだんで、もう竜騎士は、物理アタッカーとして、どういう特徴があるのかとか、あと同じ盾である、ナイトと戦士の違いなど、同じロールなんだけども、ジョブによってどういう特徴があるのかっていうところを教えてください。ですね、巻き込まれないよな。竜騎士からちょっと簡単に説明すると、竜騎士がすごいスタンダードないわゆる命令近接 DPS、近接、ダメージを出すクラスなんですけど、サイドやビハインドに、きっちり、サイドやビハインドってまたその英語的に使っちゃった敵を後ろから攻撃したり、横から攻撃をすることで、ダメージにボーナスが上がるっていうものがきっちり設定されてて、でその間に、その条件を満たしてダメージが上がってかつ、プロックいわゆる自分にバフが使うと同時にかかったりっていうのをいかにこう切らさずに連続でつないでいくかってことでどんどんダメージが高くなっていくっていうのと、やっぱり竜騎士特徴 FF だとジャンプなので、今回の竜騎士凄まじくジャンプします。めっちゃいろんなジャンプがあるので、結構こう飛び上がって近づいてそこからこう足払いしてスタンさせて背後からその背後指定のある技からスタートしてコンボで途中でバトルシステム今回フィードバックを受けてアビリティのグローバルクールダウンが別になったので途中でアビリティ使ってパワーアップしてさらに続行とかっていうのが竜騎士がすごい基本です。で文句同じく近接の DPS、ダメージディーラーってやつですけど、文句はさっき今、これ格闘で使ってるんですけど、今このクロスホットバー見てもらえれば分かるんですが、右ここですね、ここ、今3つグレーアウトしてるんですけど、これ型が1個目の、ダメージアビリティ、ウェポンスキルを使うと型が付与されるので、その型によって次使えるウェポンスキルが変わる。なるほどなるほど。で、途中に例えばフェザーステップで、回避率を上げてで回避したらカウンターを織り交ぜてかつ型が切れる前に2の型、3の型って上げたり、別の型にスイッチしてでさらに横後ろっていうポジション指定もあるので、かなり忙しいです。でその代わり型によってヘイストがかかるので、クールダウンがどんどん短くなっていってどんどんこうコンボしていかないとで型が切れると途中でダメージが一気に下がっちゃうんで最初からやり直しってことなんですね。なのでかなりテクニカルです。でただこうやってお話しすると難しく感じるかもしれないんですけど、僕の悪い癖なんですよね。こう廃人気質どうしてもこうね全部話してしまうんで、うわすっごい難しそうってなるんですけど、ここ見ていただいたら分かる通りこれレベル15ですよね、そんなに使えるアクション多くないです、で実際に、まず1つ目レベル1でウェポンスキルを覚えてます、でレベル2になったらもう1個あります。で1、2っていうのでまずコンボをしてもらって、で例えば4つ目に実は1と2の間にこいつ入るんです、みたいな感じで増えていくので、序盤簡単にプレイしながらでここも本当にアルファベータとフィードバックをいただいて、序盤どうやってそのただ押してるだけじゃなくて、どうやって考える余地だったりを入れていくかっていうことは、かなりバトルチームと話をしてスキルの取得順番だったり、効果だったり見直しもかかってますので、なんかすごいですね。だんだん押されてきてる感じがありますね。ただ、行きたくないですよね、ここね。大丈夫です。夢中になってしまって、なんか怖いですよね。ただほらこんなにね、こんなに敵やら何やらがいても、そうですね。怖いですよね。永遠に祭りなので、やめてほしい。知らないです。不参加で。こちら同じような、役割であっても、クラスごと、ジョブごとによってそういう特徴がありますよという感じですね。ありがとうございます。では次いきます。じゃあまあいいや。アグロされたら僕逃げますね。魔法としてのヘイストを詠唱することはできるのでしょうか、もしくは他の手段によってアビリティや魔法などを加速することができるんでしょうか。さっき言った、アビリティウェポンスキルを使った特定条件を発動させると、プロックって言って自分にバフがこうかかるので、それにヘイストの効果がついたりします。あとは装備
によって、はい、あれですね、グローバルクールダウンに対して、はい、速くなるっていう装備とかがあるので、装備で上がっていったり、あと、クロマと、新速魔があるんで、それだとキャストスピード無視してキャストタイムなしとか、まあいろんな方法で速度を上げる方法はある。ただ常にこの速度にしないと遊べないっていうのだとちょっとしんどいと思うんで、なんかそういうふうにはしなかったです。はい、ありがとうございます。ではどんどんいきたいと思います。はい、これも何度か聞かれてる気がしますが、弱点属性について、はい、弱点属性について、これはいずれ実装を予定があるのか、またそもそも弱点属性っていうのはなんで廃止されたのかをもう一度教えてほしいというやつですね。ですね、僕すっごい、それに関して長文のポストをしましたね。しました。ベータフォーラムの方で。で、まあ理由は大きくあって、すごいなぜそうなのかという説明を書かせていただいたんですけど、やっぱり例えばイフリートと戦う時に、まあイフリートってやっぱり火の召喚獣万神っていうイメージがあると思うんで、まあ当然弱点氷だよねみたいなことをすると、まあ非属性を得意にするクラスとかジョブに来ないでほしいっていう話が出てしまったり、例えば今回コンテンツファインダー、さっき見ていただいたコンテンツファインダーでとにかく気軽にマッチングしてパーティー組めますよって言った時に、じゃあイフリート行こうよと、で火を得意にするクラスやジョブが来た時になんか外れ引いたみたいな、それはさすがにやりたくないなと。で今回は属性っていうのは自分自身のその属性の防御力を上げるっていうことなので、受けるものを軽減してくださいと、だからイフリートと戦うんだったらみんな非属性に強いアイテムを持ってくればどのロールでもちゃんと役割があるっていうふうにしたかったんですね。簡単に言えばそういうことです。でこれどこが NA？ これはそうですね、英語での質問がすごく多かったです。コミュニティチームのマット頑張ってNA の皆さんにここだというふうに、言ってくださいね。マットもちなみにモルボルのアイコンなんです。あ、そうなの？モルボル兄弟、英語版モルボル。なるほど。どうでもいい話です。いやマットね、すっごいいいやつですね。いいやつですね。大好きな E3 でもお世話になりますので、はい、まあその前にしっかりじゃあ訳しといてしっかりお願いします。超長文ですけど。それでは質問次いきたいと思います。フェイトなどで超巨大モンスターのターゲットできる箇所が複数になったりしませんかという。今回言ったんだっけ、言わなかったんだっけベヒーモスでそんなネタが上がっているやらいないやらっていうか、まあ作り始めてるんですけど、最後なので、であとフェイトってとにかくまず気軽に参加しようよっていうコンセプトなので、一般的なフェイトであんまりそれをやるつもりはなくて、すごくレベルの高い、あと皆さんがフェイトってものに慣れた頃に、またそういったその一段上の遊び方、高レベル帯に対して、まあ用意していこうかな。その HNM のフェイトみたいな開発で割と言い方してるんですけど、そういうものに関してはありかなと。今ファイト・オア・フライトって出ましたけど、こいつらもウェポンスキルね NPC も使うんですよね。なるほど。ありがとうございます。それでは次の質問です。インスタンスダンジョンのリワードにニードできる回数に制限があると聞いたんですが、これ取れなかった場合でも回数を消費するのでしょうか。心配性な感じです。俺これ回答しづらい。どっちだっけな。開発コメント来ないかこれ。さあ開発チームのコメントが求められています。俺今日なんかやばいんだよな、切れ味なさすぎでさあ今ちょっとガヤガヤしてるんで、ガヤガヤしてますね。まあもうちょっと待ちましょうか。初振りですね、これ。多分確認中です。確認中です。少々お待ちください。珍しいですね。俺ね、今日本当ダメなんですよね。今日はいろいろありすぎて、そうパニック状態かっていう。まあこんなね和やかなねのでも見ててください。何するつもりね、君だよみたいな。ダメですかこういうの。僕これすっごい面白かったんですけどね。これ考えたやつないっすね。結構名所だな。結構
チェックしててバカウケだった。そうでも彼女は僕の方を見てる。本当ですね。本当ですね。ちょっと次の質問へ行きつつ、答えが来たら、はい、はいはい、それでは次行きましょう。フリーカンパニー、フリーカンパニーのリーダーが、はい、これ告知もしないで勝手に引退していった時など、そういう場合の対策はあるのでしょうか。メールでもちろん続きますし、はい、サブリーダーにあっさり権利が移るので、はい、ちゃんとそこはすいません、全部対策されてますので大丈夫です。ご心配なさらずともです。はい、それでは次の質問いきたいと思います。はい、各種族や性別ごとの戦闘モーションや、走り方のモーションなどモーション関係の、変化とか変更をつける予定とかってありますかという。走りはもう違いますね。走り違いますね。走りは違いますね。はい、あとは戦闘はこれからもやっぱりジョブやクラスが増えていくことを考えると、はい、そんな全部分けてたら本当にメモリに何も入らなくなってしまうので、さすがにそこはできるだけ僕ら早くクラスやジョブを足していったり、そのレベルキャップを解放するためにもそこはスピードとクオリティを天秤にかけたいんですね。はい、でなので僕らやっぱりできるだけ種族個体差は、そのコミュニケーション周りのエモートなんかで出していきたいと思ってて、で今回ちょっと面白くて表情のエモーションっていうのがベータ3から入ります。顔だけ例えばですね、はい、なんかララだとちっせえなもう泣き顔っていうね、本当だ、泣き顔とかね。なるほど。体は動かず顔だけ本当にでちょっと面白い。これと、はい、座るとかをこうそうか、組み合わせて使えばいいんですね。座ってみてね、こうやってる時にね切ない。こういう切ない、なんだろう、はい、これを例えば海岸沿いで、はい、ルガディンで夕日に向かってやるとすごくこうなんだろう面白いスクリーンショットが作れる。今の俺の心境こんなのとかね。なので本当こういったところでとにかくロールプレイ、その種族個体差っていうのは出していけるように、はい、要は種族個体差をやりたくないってことではなくて、はい、やる場所でその代わりアップデートしやすい場所は徹底的にできるだけ高速にアップデートできるようにっていうふうに特色をねいろいろ分けていこうと思ってるので。はい、ありがとうございます。先ほどのニードの件、開発チームからの答えが来ました。回数制限はなしですが、ただし、報酬の取得に関して何かしらの形で制限する可能性はまだあります。そうなんだよね。で俺がなんで答えなかったかっていうと、はい、俺の出してる指示がそのまま 100% 仕様になって最終結論になってるかどうかが、そうこれねすごく揺れてるんですよ。だから今開発どっちで認識してるっていうので、そう僕が言うと、はい、開発本当に守ろうとしてくれるんですよ。僕約束守りますっていう風にずっとやってきたので、なのであんまりさすがにこれはうかつに言っちゃうとあれなんで、はい、なのでずっとやっぱりニードだけできて、あの人何回もやっぱりニードばっかりして持ってっちゃうよねはさすがになので、何かしら制約はつけるとは思いますけど、まあそれが取れなかった時っていうのは今のところ制限なし。なるほど、はい、っていう考え方ですね。ちょっと玉虫色ですいません。こここそ本当に皆さんが報酬をどう管理していくか、どうコンテンツを渡り歩くかっていう肝なので、はい、ギリギリのギリギリまでこうやってで一回実装してみてやってみてとかっていうのをやってるので、はい、結論が出たらまたお知らせします。はい、それでは次の質問です。リミットブレイクにはどんな技がありますか。発動条件や攻撃範囲など詳細を教えてください。どんなものがあるか、はい、発動条件いや攻撃の範囲とか教えてください。まあ気になりますね。まず攻撃範囲とかの話ですけど、今回ベータフェーズ3で引き継ぎキャラとかだとレベルが高いんで試せますけど、グラウンドターゲットっていう概念が入ってきて、例えばですけど黒魔で、そのスペルを魔法を唱えますで床にどこに打ちますかっていうアンカーが出るので、これをこうマップここって
決めたらその範囲にドーンと魔法が落ちるみたいな。でリミットブレイクもそうやってグラウンドターゲット、どこにそのリミットブレイクを、はい、例えばメテオを振らせますかとかっていうのを決めて発動するタイプもあれば、単体に対して超大攻撃なので例えばアタック系のリミットブレイクでも、はい、エリアエフェクト、その周辺全体に対してのやつはやっぱり雑魚がたくさんいるようなボスで使った方がいいものと、もうそのすごい強いボスがあと残りちょっとまで来たんで龍さん今だやっちまってみたいな使い方も単体であったりとか。なるほど。でどんな技があるかは、はい、E3 のトレーラーでババンと出ますので、ぜひそれをお楽しみに。でここまではいいんだよね、言ってもね。あ、大きくうなずいていただきました。まさかの言った後確認です、ね。今ダメだったでもね、遅いだろうって話なんです。全部言いましたって話です。はい、はい、E3 のトレーラーの随所にね入ってますので、はい、お楽しみに。特にねレベル3が入ってますんで、さて、あんなのやこんなのや、はい。であと何発動条件？それで大丈夫です。それで大丈夫ですか。はい。でもう一個ですね、リミットブレイク関連で質問が来ていてですね、ゲージがフルになった時に、はいはい。これどのクラスで発動させたらいいかとかいうような、なんかこう戦術的なヒントは教えてくれたりするんですかっていう。それは、はい、皆さんで攻略の一つなので、コンテンツの、はい、今回、必殺技的なものがリミットブレイク。はい、俺一生懸命実機のいい場所を映してたけどモニターに映ってなかった。そういうこともあります。切ない。まあ青白んできましたね、これね。でなんだっけリミットブレイクのヒントが出ないという話ですね。レベル2なのかレベル3なのかっていうのは、コンテンツ参加してるコンテンツによって変わるんですね、実は。はい、あとパーティー人数にもよりますけど、はい、で必殺技的だというお話をさせていただいたので、一つのバトルでそう何度も使うわけじゃないので、それこそヒントをね、ここですよ、はい、今使うところですよってやっちゃうとその通りにクリアしちゃうことになるので、はいはいはい、もう例えばタンク系、はい、ナイトの、まあ、鉄壁系のものをね、使うタイミングはもう例えばですけど、まあ、回復薬ヒーラーの MP がない、はい、で全員がもうダメージでやばい、ね、っていう時に使ってもう即死系の攻撃すら無効化するぜとか、っていう時に多分ナイトが発動するとすげえ今のリミットブレイク最高みたいな。なるほど。もちろんね、じゃあそこでかね、まああるでしょうね。押すなそれこそ楽しんでいただけで、それこそそれ使わないとクリアできないかっていうとそこまででもなかったりするんで、はい、まあ後半ねエンド行くとまたそういうのもあるとは思いますけど、なのでそれこそ皆さんでこんなシチュエーションこそこのリミットブレイクだろうみたいなのを攻略の中で考えていただければいいかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、楽しいですよね実際。うん。コミュニティレップチームもいろいろベータの3度とか試してみて、次誰が行くのっていう感じで盛り上がってます。そうそう、あれね、ややね、接待吉田さん今ですよみたいな。わかります。それすごくわかります。ちょっとねイラってくるんですよね。バトルチームでやってると吉田さんそろそろいいですよみたいな気配。はい。必殺技的に、ベータフェーズ3でレベル2までは使えるので、ぜひね使ってみてください。はい、それでは終盤に差し掛かってまいりましたが、次の質問です。そろそろだんだん締める方向に向かっておりますが、プロデューサーレターライブは正式サービス後も続きますか？ちょっとね今日のその今日されると今日ねぐぬぬっていう感じですね。いや本当に久しぶりになんかこう何かその自分たちでやってることって事故があっても、割と僕技術者でもあるので、まあここがトラブルだしこう対応しようねってこう言っていけるんですけど、でまあ心強いスタッフ本当言ってくれるので、ただこう向こうその相手さんがあってだとどうしようっていう、さすがに今日はしんどかったんですけど、ただ
まあ実は僕らもすごく楽しませていただいてるんですね、やること自体も。でプレイヤーの皆さんからこれによってまたフィードバック、あんなの見たいこんなの見たいあるので、まあこれからもね続けて、少なくとも14まではなるほど、現地取られた系ですけど14まではね行きたいですよね。まだ5合目だったわけですね。半分です。半分です。なるほど。はい。まあ、やっていきたいですね。これ実は皆さん覚えてるか分かんないですけど、あ、1回目ね、うん、これ前編って言って始めたんですよね。そうなんですよね。でね、翌月後編をやって、はい、全2回の予定だったんですが、腹をくくって3回って言ってしまったわけですね。はい、あれを完結編1って言っとけばいいじゃんね。いつ完結してもいいよ。完結編1、完結編2、はい、最後新完結編上中下みたいなね。いくらでもただ本当に続けていきたいなと思ってます。はい。ではですね、最後これちょっと綺麗だ。本当だ。朝焼けですね。これ一番好きな時間帯ですね、これね。そんな中、はいはい、ですね、これ取り上げようか迷ったんですけど、はい、実際これすごく多かったんです。多かったんでしょうがないから拾うんですが、しかもちょっと日本向けで海外の皆さんにはちょっと大変申し訳ないんですが、なんですか？ヨシピーは、はい、タケノコの里派ですか、キノコの山派ですか？まあこのも最後に選ぶなよって気持ちはすごいわかるんですよ。でも最後じゃなきゃこんな選べないじゃないですか。これ海外に翻訳するときどうするんですか？困りましたね。まあちょっとあまり時間これ、はい、僕、はい、よく分かってないんですけど、はい、なんでそんなに派ってあるんですか？タケノコかキノコはそら吉田さん俺本当に世間様に疎いんですよ。ある種こんだけ時間いろんなものに使ってると全く疎くて、そんなに何ですか二大派閥というか、これは大事選択。これ俺回答すごい大事ですか？大事です。でもさ、もう一個なかったでしたっけ？似たようなお菓子。何ですか？もう一個？あれ木こりの切り株って、あ、それはですね、はぶられてる？違う？それは明治かブルボンか的な。あ、別件です。あ、別件です。なんだ。うち木こりいるんでって言おうかと思ったんですけど、そういう問題じゃない。そもそもそっからかよみたいなこと？じゃあどっちかに決めた方がいいんですよね。そうです。決めないと多分両方的になりますよ。なんで俺こんな責められじゃあこの質問拾わなきゃいいじゃない。だって多かったんですか？多かった。僕ね、日本でですけど、うち貧乏だったんですよ。何の話を始める気ですか？いや、はい、それがタケノコかキノコかにつながるんですけど、はい、すっごい貧乏だったんですよ。であれ小さい頃やっぱり美味しいじゃないですか、どっちも、はい、で買ってもらった時にもうこれ結論から言うと僕キノコなんです。多分キノコ派なんですけど、あれ傘になってるじゃないですか、はい、チョコレートそうですねがね。で2回美味しかったんです。チョコだけ食べて、はい、チョコを味わった後スナックが食べる別々だから、1個が俺にとっては2個の価値だったんです。あれは外すもの。そうです。そうやって食べるんじゃないの？みんな口にこう入れて歯で押さえてこう取るみたいな。違う？ごめんなさい。違う。俺なんかやばい気がしてきた。そもそもタケノコ派。タケノコ派でいらっしゃいます。明日から敵同士。残念ながらそういうことに。なるほど。そうなんだ。まあ無事に質問には答えられたのでいいです。だから2回ね、タケノコってほら剥がせるわけじゃないじゃん。こうやって俺敵を作っていく系なの。まあその観点はびっくりしました。そうです。はい。いやそうなんです。どっちかって言われたらそうです。タケノコです。はい。吉田さんはキノコ派ですと。そうか、そうなんだ。はい。というわけで、質問はこんな感じで。これで締めなの？違います。今日の締めは違うじゃないですか。そうでした。取っといたやつがあります。さあ皆さんお時間ですよ。お待たせいたしました。では改めて、質問を読み上げたいと思います。ベータテストフェーズ3の開始日を教えてください。どうでしょう？ですね、6月1日2日って、なんと
はい、この我々スクエアエニックスがいるビルなんと全館停電メンテナンスでございます。そうなんですよね。これあれなんですよ、レターライブが木曜だよねと、いつも金曜なのに木曜だよねってことはざわガタみたいなね。実はなんで今回のレターライブが木曜だったかというと、停電するんです、全ビル。そうなんですね。でこれも本当はいつっていう、そのいつ実施しようってことがあったんですけど、それこそもっと遅らせてしまうと、14のロンチとぶつかってしまうので、先にねやってくださいということで、これも僕らものすごい数のデータ量とか扱ってるので、やっぱりちょっと完全に1回メンテナンス毎年1回やってるんですけど、やらないといけないので、そうなんです。1日2日はそのきっとね、明日からこの放送終了と同時にね、ベータの当選メールが飛び、クライアントのダウンロードが開始され、金曜からテストかななんてね、胸が痛いんですが、停電なんです。停電なんです。で、14にね祝日があると思うなよと、なんと土日何ヶ月ぶりっていう、もう全員休めともう仕事できないので、来れないですね。全然電源入らないし、ネットワークも止まってる状態なんで、素見が今ガッツポーズしてますが、ここからもう最後に向かって、突っ走るための、2日間すいません休養にさせていただいてます。ただですね、ひどくてですね、データセンター、動いてますと、ビル関係ないんで、メールサーバーは動いてますと、データセンターにあります、吉田さんのノート PC つながりますよねと。そうなりますね。自宅からチェックを引き続きお願いしますって言われて、チェックを、そう誰も会議も入れないんでたっぷりやれるだろうって言われて、ずっといいです、じゃあ土日はチェックで吉田さんゆっくり、誰も邪魔しないんで。それはそうでしょうねで、本当すみません、ですので1日2日という線は消えました。さあ7日か14日かとね、またなんてね、いろいろチョイスはありますが、でもうズバッとね、すみません、14日から開始の予定でございます。6月14日、ここからよほどのクリティカルなバグがない限りは、14日から、ベータテストフェーズ3をスタートさせていただきます。で、ギリギリのギリギリまで、7か14かっていうので調整してたんですけど、やっぱり、まだ微調整したいところが残ってます、僕の中で。なのでもう開発には14でいくぞという話をして、今 SCE さんにもフル稼働していただいて、最終チェック中になってますので、6月14日で、吉田お前 E3 にいるんじゃないかと。大正解ですね。まだ帰ってきてない。なので僕はちょっとネットの方でね、14日はないんじゃないかと、ありました。総責任者がいないのに始まるわけがない、始めないだろうと。ただですね、今回データセンターがね分かれるということは、グローバルタイトルなので本拠地は世界中だと。そうですね。なので僕は確か E3 の3日目終了がまさに14日に当たる、日本時間14日に当たるので、僕はなんと寝ずにそのまま東京のサーバーチームの IRC に遠隔でログインして、皆さんのサポートに全面的に回って、でスムーズに例えばログインが回り始めたとか、初期ラッシュが落ち着いたっていうところで飛行機に乗って、で最近の飛行機ってネット使えるんですよね、機体によっては。機体によってはなんですよね。なのでどうせ僕苦手で寝れないから機内からさらにみたいなね、チャレンジして、で日本に戻ってきたらそのまま皆さんと一緒にデータ3を楽しもうかなと思ってますので、なかなかあと2週間。そうですね、まさにあと2週間でございます。ただ大体 E3 ってなんやかんやね、ハードメーカーさんのカンファレンスやらがあるので、大体10日ぐらいからざわざわし始めるんですよね。実質そうなります。で僕らも情報がボロボロ出ていくので、事実上10日あたりからだんだんお祭り騒ぎ、で毎日何かしら情報が飛び出していき、で E3 トレーラーもドカーンと出て、でそのテンションで、ベータフェーズ3に突撃していただけたらなと思ってます。ですのですみません、16日に
なりましたが、はい、まあ今見ていただいてるね PS3 版も含め、はい、はい、PS3 版ね。で今日ねザラッとね、いいなこのさんさんと降り注ぐ感じ。今日ザラッとWindows 版とそれから PS3 版で見ていただきましたけど、本当にできる限り一つでも多くのフィードバックをフェーズ3で、入れさせていただきましたので、ぜひアルファテスト、ベータテスト1、ベータテスト2と来た皆さんにいろいろ本当に見ていただけたらなと思ってます。本当にね、世界一多いコンフィグ、皆さんのフィードバックでとてつもない量のコンフィグが入りましたよね。なんだこれっていうね。しかもこれあれですよね、キャラクターコンフィグとは別にシステムコンフィグもございます、そうですね。これユーザーインターフェース設定ね、マップの透過度ね、すごいなんだこれっていうね。はい、大体の要望は入ってるはずです。はい、ネームプレートのね、自分と他人と NPC、はい、本当に、クロスホットバーの押しっぱなし疲れますっていう意見があったので、指がつるってやつです、ね、はい、トグルにしておくと、はい、1回押すとクロスホットバー起動、もう1回押すと、終了とか、もう本当にあとハウトゥー見れないみたいな、ありました、ハウトゥーリストありましたとか、本当に基本機能で足りてなかったものもそうなんですけど、はい、もう何から何まで注ぎ込んだつもりでいますので、ぜひまた触っていただいて、特に新規のプレイヤーの方、あとそうです、ね、PS3 で参加される方にお願いなんですが、体験版とは違って、はい、やっぱり最後の微調整するためのベータテストなので、たくさんキャラクターがいる状況の中で NPC がなかなか表示されないですとか、はい、もうちょっと NPC を早く表示してほしいですとか、例えば周りのプレイヤーたくさんこう出すように努力するゲームなので、はい、プレイヤーの数もう少し落としてもいいから NPC 早くとか、ここは僕ら100人規模とかでテストをやってますけど、やっぱりプレイヤーそれぞれのシチュエーションによってやっぱり違ってくるので、 PS3 の場合だとやっぱりメモリ的にはそこの優先順位コントロールってすごくナイーブなので、一旦僕ら、フェーズ3の段階でお出しさせていただくので、そのあたりね、どう快適に遊ぶかっていうところのフィードバックをいただけたらいいかなと思います。はい、はい、ぜひね6月14日をそうですね、お待ちください。はい、はい、ということで本日の工程は全てこれにてと。いや本当に途中で止まってしまったせいでね、こんな深夜帯までしまいました。はい、お付き合いいただいて本当にありがとうございます。で、はい、今日の締めはですね、先ほど吉田さんがおっしゃられた、今日お土産がございます。はい、ジョブアクションの詰め合わせを動画でご用意してありますので、そちらをご覧いただいてお別れしようと思うんですが、はい、1点先ほどね、学者とかね、召喚、こちらね、E3 でぜひお楽しみということで、それ以外のジョブがどうなっているのかと。で、ジョブアクション全てではないです、見た目こんなかっこいいぜっていうやつだけで構成されてるので、これかっこいいですよね。これがあとはそのバトルシステムが、実はそのベータテスト参加されてる方はこれもしかして結構変わってるっていうふうに思うぐらい、あれ実機直撮りです。 UI 出してないですけど実機直撮りなので、感覚でバトルが進んだりすると思っていただければ幸いです。はい、で1回目はですね、この生放送のこの中で流しますので、解像度が 720p が上限なんですけど、その後ですね、ファイナルファンタジー14の公式 YouTube チャンネルの方で、フル HD でちゃんと公開しますので、はい、じゃあそれはこの放送終わって後ですね。はい、じゃあすぐに改めて URL をお知らせするので、高解像度版はまずそちらで、ライブのこの勢いを借りてみんなで1回まずみんなで1回見ましょうと。じゃあどうしますか。映像を振ってお別れということになります。それではまた。それでは第7回プロデュースされたご覧いただきありがとうございました。それでは最後に映像をご覧ください。どうぞ。